筋一発がありそうですね。ここは手筋一発取って悪いんですけど、手筋一発叩くのがこれはポイントです。これねぜひ覚えてほしい。手筋一発。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね将棋ウォーズで実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが後手です。はい、今回は私が後手番ですね。さあ相手の方は6八飛車でね、角道を止めない振り飛車ですね。角交換型振り飛車と呼ばれる形ですね。はい、そうですね、角を変えてきました。さてまあこの形のなんていうんですかね、一つポイントは狙われてる角をね先にさばいた後、居飛車の方にね、穴熊にねさせにくくするっていうのがポイントですね。で今ね6七銀は一つ、形のポイントで、7七銀とね上がる形も多いんですけどね、6七銀だったので、私の方はねその銀の形を咎めてというかね、歩をついて、金で上がって受けてきましたね。この歩交換はされてしまっても、後々桂馬を飛んで6九飛車から8九飛車とね、回って使おうってことじゃないですかね。はい、私の銀を上がって、先ほど言ったんですけどね、角をこう交換した形の、振り飛車っていうのはね、穴熊に組みにくくなるんですよね。もちろんここから1二香と上がってね、穴熊に組み替える手もあるんですけど、基本的には穴熊警戒の布陣ですね。で端歩ですが、ちょっと難しい端歩、なんとも言えないタイミングの端歩は私はこっちついていますか。はい、こっちは受けるでしょうね。そう、こちらの方突き越されるのはちょっと嫌なので受けられると思いました。私の方が銀を上がって、ちょっと玉頭に盛り上がっていくイメージでいきます。さてこの位を取っちゃうかどうかですね。取っちゃおうかな。取っちゃいますか。位を取ってね、位取りですね。で、銀を上がって、玉頭にね厚みを作っていって、陣形の差でね、終盤に、相手の王様にこう圧力加えられればってとこですね。で相手の方はこうついてすかさず反発してきましたね。これは譲れないので、銀を取る手もありますけどね、打ちますかね、手堅くね。これはちょっとぶつける手は難しいんでね、そうですね、引いてきました。さてこれで玉頭の歩をついてね、一歩ね相手の方は持ったのはポイントですけどね、でも後々ここに、7四桂とか、すみません3六桂ですか、打つような形がね出てくるので、きつになる場合もありますね。さてどうしますかね。銀を上がる形がいいのか、私もこの辺りからの駒組みがね難しいです。歩をつけ普通ですかね。4四銀と上がる形もありましたね。そうするとよりね厚いんですけれども、で角を打ってきました。これはちょっと勝負手というかね、ポイントの手ですね。この8六同歩同飛車を嫌いつつ、6五歩でこう角の睨みで、私のこの王様に圧力をかけようっていう作戦ですね。これはでも金を使って角を打ってくれたのでね、7一角のような手がなくなったので、ちょっとこう金をねまとめやすい、こういうふうにですねまとめていきやすいですね。さあ一応美しい形に組んだので、どうかですね。これ続けていきましょう。銀出てくる手習ってたんでね。さてこれでね、5五歩同歩同銀からこう4筋来ちゃおうっていうのが相手の方の狙いでしょうね。これね5一角と打つ筋が5九角と打つ筋がいつでもあるんですね。実はね5九角と打つとこうすかさずいつでもねこう飛車こうね取れる格好になるんで、角打つ手をね一応含みにしてるんですが、どうするか。1本この歩をついとく手もある。迷うとこですね。5五同銀で、その瞬間に角打つような手もあるんでね、そんなに簡単にやられないとは思うんですけど、飛車回るのは手筋の形なんですけどね、こう9五角とかここに出てくる手があるんでね、この場合はちょっと危ないかなっていう、それもありますけどね。それでも潰れるかどうか。桂馬飛ぶ歩をつく、同歩同銀で歩打ったらついてね、斜めでこう突破してくるという手筋テクニックですよね。いやこういう手はねやられると嫌なものですが、どうですかね。ちょっと今ね先を考えます。桂馬を飛んで、とりあえず桂馬を飛んで斜めは緩和していきましょう。で5五歩来るでしょうね。さすがにここまでやったからには来ると思うんですが、そこでどうするか。同歩同銀5三角と5七角と打つ形か、5五歩に6五歩と、それで4五歩ですか。逆にこっちを攻めちゃう手もあるところ。いい勝負でしょうね。ちょっと角打っちゃってる分ね、私の方がこう気楽ですけど
まあただ局面は何とも言えない。金上がりですか。すごく来なかったですね。来る手もあったと思うんですけどね、これちょっと自重した手というか、ゆっくり指そうって感じの手ですね。この歩交換しちゃうかな。歩交換して銀を上がる形を作るか、あと8歩1回ついとくかね。向こうが攻めてこなかったんでね、歩交換すると5筋歩交換してここに金出てくる形作ろうってことですかね。なるほどね。いや角打ってつって形あるんでね、これ角打つと飛車逃げて角交換になるんで、いつでもあるとこ持っときますか。これはね桂馬飛んどかないとちょっと危ない形ですよね。桂馬飛んでないとこ角が王様に睨んでるんでね。さあ銀引き柔らかい手ですね。これは取り込んで抑えますね。どうですかね。これはちょっと模様作戦勝ちっぽい形ですけどね。これどちらも取れないで銀引くしか、どっち引くかですけど、これはやはり玉頭位取りの形が美しいんでね、気分はいいですね。ただ角が王様のなんていうんですか、睨み効いてるんでね、桂馬が飛んだりとかはできないんで、それは気をつけないといけないですけど。さて相手方考えてますね。5七に引くか3七に引くか、こちらでしたか。一回私端歩ついておきましょう。この端歩はね、やっぱどっかで角出てくるから形ありますし、この形が安定してるんでね、ゆっくり指してもって感じですね。で後期で、5九角を打ちたいとこですね。5九角で飛車を取るか角を取るか、5五歩ですか。さて手筋ですね。2四歩と8六歩とこの辺でついてきますかね。さあこれは私の手筋でね対抗です。で同歩と取りました。取り込む手もあったと思います。さてこれで取るか角打つか桂馬を飛ぶか、さまざまな手が考えられます。取って同角で角合わせても有力ですね。同角成同桂、迷いますね。いろいろあります。角打つ手も取って角出る手も普通、取って角出ますかね。飛車出ますかね。同角なら、8六飛車と指して、さばき合いを挑みます。そしてこの時に飛車が走れるのが8六とついた効果ですね。香車を取って桂馬を取っての取り合いはきついということで歩を受けました。さあどうするかですね。これで私の香を取られると香損になるんですけどね。うまく陣形をまとめる手があれば指せそう。香車逃げとく手はありますよね。角成りならそこで7九角と打っていく感じ。香車逃げときますか。これは、角をね、9一角と成られるんですが、そこで7九角という手を狙ってます。今はね7九角打つと7八飛車で5五に角がいるんで8八の地点が数足らないんですけど、9一角成には7九角と打って7八飛車には8八角成って感じでね破れるんでね。これもテクニックですよね。この5五角っていうのが攻防ね、効くいい位置なんでね、馬にされちゃうんですけど、隅っこに行ってもらって、その隙に、手を作ろうと。で相手の方はそれを見破ったというか引いてきましたね。見切ってきましたかね。一回飛車を深く引きますか。千日手になるかもしれないですけどね。これ出てくると千日手、一回引いてみますか。出られちゃうと千日手になるかもしれないですけどね。もし千日手無理になると引き場所を改良します。で相手の方は金が上がって千日手を打開してきました。さあそろそろ角打ちますかね。これ打ちたい。そろそろ打ち頃の気がします。打ちますかそろそろ。これねずーっと打てたんでね、これでこの角を消して、この角はやっぱり間接的に王様狙ってるんで、やっぱ強力な駒なんでね、あんま早すぎるとまた相手の方の持ち駒にね角が加わるんでね、早すぎると微妙ですけど、このタイミングはまずいいんじゃないですかね。さてこれで4九角と打つか6七角と打つか、どっちがいいかな。4九角の方がいいかな。でここの飛車取りとあとここに馬を作る手を狙ってます。この銀冠硬いんでね、簡単ではないですけど、ただやはりこっちの銀立ち矢倉、玉頭ぐらいの形がね美しく、あとこういうところに駒を打てるんでね、銀矢倉ですけど駒を打ち込む7四香とか3六桂とか3六香と打てるような感じになればねいけそうです。金引きこれは馬を作られるのが痛いんでということです。これ手筋一発がありそうですね。ここは手筋一発取って悪いんですけど、手筋一発叩くのがこれはポイントです。これねぜひ覚えてほしい。
手筋一発。さあこれでね、さすがに飛車角交換はいいですけど、歩で金取られるのはきついので、まあ金か銀で取るんですけど、そうしておいてから飛車を取ります。これね、まあ法までいかないですけど、ちょっとしたコツでこうなった時に金取りになるんですね。すぐ取ると同金でね、硬いんですけど、こう金銀バラバラにね、一歩の力でできるんでね、これは、手筋一発でリードが広がった気がしますね。これ金取り、桂香取りでね、まあもちろん単位取ってなっても悪くないんですけど、より得でね、これ丸々1手得しましたね。一歩で1手ね。さあ一歩で1手得した。でね、これ8五桂やりたいんですけど、飛ぶとね、角の斜めのラインが出てくるのは注意しないといけないところですね。角の斜めのラインが出てくるので、はい、まあここも一発叩いておきますか。これね、歩2枚あるんでね、叩きやすい。一発叩いてどうしますかと。同金なら桂馬を手順に取る手もあるし、香車を取った後に5九飛車っていう手がきつく残る可能性もありますので、まあこれで金がね、まあ寄るのか取るのかをまず決めてもらうね、それを見てから誘うってことでね、これははっきり局面は優勢ですね。まあ、あと飛車持ってるんでね、まあ飛車はやっぱりプロでもやっぱり飛車は好きですね。飛車分かりやすい、攻めが分かりやすいですからね。これ一応4九歩3九歩っていうね、底歩打つ手があるんで、そんなに簡単じゃないですけど、まあ銀をかわして、まあ同銀もありますけどね、かわしておいた方が無難でしょうか。同銀もあるところで難しい。同銀はまたこう打ってね、相手の方も私と同じようにね、この手筋で同銀6六歩同金ってすいません、同銀4四歩ですね、4四歩同金ってなれば金駒を組んでってことなんですけど、これは乱れないように受けたってですね。まあ、ただこの歩が拠点としてなったのでね、まあ、もうちょっと相手の方が駒あれば、例えば桂馬とかあれば5六桂とか打って5銀に4四歩とかね攻めれるんですけど、角2枚なんでね細かい攻めが難しい。そしてこれ金銀4枚ずつの囲いですけれども、これねこう拠点のこの厚みが違うんですよね。ですからこれ香車打ってってね、これ同じような金銀4枚の囲いの形なのにもう全然硬さが違うというか攻め味が違うので、皆さんお分かりいただけると思うんですよね。これも硬いんですけど、こちらの盛り上がった形、この歩の上にね、まあ、こっちに今日打つ手もあったんですけど、とにかく歩の上に駒を打っていけばいいという非常に分かりやすいかつ厳しいね、これ玉頭位取りというか位を取った形で覚えていただきたい形ですね。位を張ってもうその上にまあ香車や桂馬をね打ち込んでいく形を作ると。これがねきついです。これでもうほぼほぼこれでね、もうあとはリズムよくって感じなんですけど、まあどうしましょう。飛車を打つのがいいかな。これでね飛車を打ちまして、まあね、あと桂馬を打ったら桂馬でも効きますし、これで一段飛車でね歩を受けたらこうなるということで、これはちょっと粘りが効かないですね。はい、時によってこれはねどんな達人を連れてきても受けは難しいです。玉頭位取りのねいいとこが出ました。さあ歩ですけど飛車を成って詰みがあるか、上がられて詰まないかな。銀打って同金同歩詰みそうですけど、必至を分けますか。桂馬を飛べばここ必至、まあ飛車成って詰みあったかな。今まあ必至ですね。これで桂馬を飛んでですね、これで飛車を成れば、まあ私はもう攻められてますけどはっきり言って勝ちです。これは玉頭位取りの厚みがうまく決まりました。そうですね、これで同竜そして桂馬が飛んであるんでね上に抜けれないと。まあそうですね、序盤難しかったですけどね、相手の方が自陣に角を打ってどうだったか。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋大勢実況対局の方やってまいりました。今回の戦型が角交換型振り飛車ということで、この村チャンネル内でもですね、今まで何局も戦ってきた形ですね。で、今回はちょっと相手の方がね、少しね、違った形の駒組みで、自陣に角を打つというね、作戦だったので、またね、新鮮な形にはなったんですけれども、玉頭位取りの厚みを生かして、終盤ねうまく寄せ切ったという内容でした。詳しい解説は、将棋ウォーズ解説戦動画の方でやっていきますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。